こんにちこんにちは。は。ケンジとあかりとゆうちゃん。ひーちゃんです。ゆうちゃんとひーちゃんは二卵性の双子で、今現在生後7ヶ月です。はい。うい今回は質問でもよくいただくんですけど、このゆうちゃんきーちゃんが父母どちらに似ているかっていうのを徹底検証したいと思います。イエーイ。イエーイ。以前 Q&A 動画を撮った時に同じような質問をいただいてて、その時の回答としてはゆうちゃんは僕にで、きーちゃんはあかりにだというお答えをしました。はい。視聴者さんのコメントでもそういう風に見てくださってる方も多いんですけど、実際にそうなのかというところを僕たちの幼少期の写真を使って比較しながら検証していきたいと思います。はい。お二人とも低出生体重児で、ちょっと生まれたばっかりの時はあんまり顔がそこまではっきりしてなくて、どっちにっていうのは分かってなかったんですけど、生後7ヶ月になってきてだいぶ二人の顔もはっきりしてきたので、結構幼少期の写真と比べるとどっちに似てるっていうのが分かりやすくなってきたかなと思うので、ここで一回動画を撮りたいと思います。はいはい、はい。順番に2人のパーツが僕たちとどこが似てるかっていうのを比較して検証していきたいと思います。まずは僕たちの幼少期の写真と、ゆうちゃんきーちゃんの写真4人並べたやつを用意しました。はい。それがこちらです。はい。はい。どうでしょうか。左左上がゆうちゃん、右上がけんじ、左下があかり、右下がきーちゃんです。はい。みんなこう正面を向いてる写真を探して使ってみました。これはだいたいケンジとあかりはだいたい3ヶ月ぐらい、ゆうちゃんきーちゃんは割と最近の6ヶ月ぐらいの写真です。はい。どうですか？こうやって並べると、なんかみんな顔が丸いけど、なんとなくこう私以外の3人の方が顔丸い感じするな。そうやな。でもなんかこうやって見たら四つ子って言われてもおかしくないような。そうね、なんとなく全員似てる感じはする。でそもそも私たちケンジとあかりも視聴者さんに兄弟ですかって聞かれたりとか、顔似てますねって言われること、結構これまで多かったんで、そもそも私たちがジャンルとしては似てるのかもしれないです。はい。夫婦の顔は似てくるという話あるんですけど、そもそもが丸顔やし、系統としては同じような顔やったんで、夫婦になってより寄ってきたのかもしれないです。はい。ただこのゆうちゃんきーちゃんが生まれた時に二卵性っていうのは分かってたんですけど、多分似てる子が生まれてくるんじゃないかなって思ってました。ただ生まれてきたゆうちゃんきーちゃんを見るとあんまり私たちとしては似てないというか、結構はっきり顔が違うなと思うことが多かったので、じゃあ一個一個パーツを見ていきたいと思います。こう4人並べてみても、さっきゆうちゃんは僕にできーちゃんはあかりにっていう話したんですけど、この写真を見ても明らかにどっちかに似てるっていう感じはしないかなと思います。はい。それぞれのパーツに似てるところもあるので、一個一個ちょっとパーツごとに見ていきたいと思います。はい。まずは一番ポイントとなる目から。これちょっと他の写真も用意してるんですけど、それがこちらです。はい。こんな感じです。どうでしょうか。同じ写真も出てくるんですけど、目は結構はっきり分かれてるかなと思ってて、ゆうちゃんは父に、きーちゃんは母にだと思ってます。なのでこの印象が強いので、ゆうちゃんが僕にできーちゃんがあかりにと言われる方も多いのかなと思います。はい。確かに目の形はそういう風になってると思います。ただきーちゃんに関して言うと、私よりちょっと目離れてる、離れ気味かなと思います。これはだから多分ケンジの方が目離れてるんで、ケンジに似たのかなというところです。ちょっとミックスされてる感じですな。形も大体は僕たちに似てると思うんですけど、ちょっと違う部分もあるんで、完全にだからどっちかの目というよりかはちょっとだけお互いの要素が入ってるのかなと思います。はい。きーちゃんの方が目まん丸したイメージなんですけど、あかりがちっちゃい時に比べるともうちょっと垂れ目、なんか目尻の方が垂れてる感じがします。若干垂れ目な。なのでおおよそは目の形一緒なんですけど、これも完全一致というかちょっと寄ってると、似てるという部分かなと思います。はい。次は眉毛です。はい。これも結構顔の印象を決めると言われてる眉毛ですが、これはこんな感じです。最初の写真を使うんですけど、こうやって見ると、これもちょっとミックスされてそうな気はするんですけど、
ゆうちゃんの眉毛があかりの眉毛に近いかなと、できいちゃんの眉毛が僕に近いかなと思います。はい。であかりのちっちゃい時の写真見ると結構三角眉毛。あ、そうそうそう。かもめ眉毛というか、うんうん、結構はっきり三角、山形っていうんかな、の眉毛になってます。ゆうちゃんきいちゃんでいうとどっちかというとゆうちゃんの方が三角形の眉毛になってるかなと思うので、あかりに似てるかなと思います。できいちゃんは割と太くて、平行気味。そうやな、平行眉な。なんでどっちかというと僕に近いかなと思います。はい、でもこれもなどっちかにめちゃくちゃ似てるかと言われると、ちょっとわからない部分もあるんで、これはちょっとずつこれもな、お互い似てるのかなと思います。はい。眉毛に関して言うと、ゆうちゃんは結構生まれた時はほんまに色素が薄くて、結構金髪みたいな感じで、眉毛の形全然わからなかったんですけど、最近になってすごいはっきりしてきました。でこんなに三角やったんやみたいな気づきました。でもあかりのちっちゃい時の眉毛がすごい、そうそうめちゃくちゃわかりやすい、そこまでは三角になってないかなとは思います。じゃあ次は鼻、はい、同じ写真で見ていくと鼻に関して言うとゆうちゃんはあかりに近いかなと思います。できいちゃんは僕に近いかなと思います。はい。結構鼻もな顔の中心にあるから印象つくところだと思うんですけど、結構きいちゃんが私はパパにだと思いますみたいなコメントも結構来てて、その印象もあるんかなと思います。こうやって並べるとほんまに鼻は父になのかなと思います。この時点でだから目と鼻が逆がついてて、ちょっと面白いんですけど、でゆうちゃんは実際うちの母とかが見ると、私のちっちゃい時の鼻にすごい似てるって言うんで、やっぱ私になのかなと思います。なのできいちゃんの方が僕に似てるんで将来鼻は高くなると思います。そんな変わらんでよかったな。変わらんやんな。鼻高くなるな。そんな変わらんやんな続きまして口です。はい。これ口は結構難しくて、最初どうかなと思ったんですけど、ゆうちゃんまず、ゆうちゃんの口はケンジにじゃないかと、父にではないかと思ってます。ゆうちゃんは結構癖で下唇を巻き込むような顔をすることが多いんですけど、なんか寝ている時とか結構ボテッと唇出てくるんですけど、その唇の形がめちゃくちゃケンジに似てます。結構ケンジは下唇が厚いねんな。そうそうそう。2人ともな唇は分厚い方だと思うんですけど、形で言うと僕の方が下唇の方が分厚いのになってます。上唇より厚いねんな。僕がちっちゃい頃の写真とゆうちゃんの今の写真見比べると形は結構似てる感じやな。下唇がぷくっとしてるので、口は割とゆうちゃんは僕に似てるのかなと思います。はい。ただ大きさで言うとケンジは結構口大きいんですけど、ゆうちゃんはほんまに離乳食とか食べる時もすごい口ちっちゃくて、スプーン入れるのが大変なぐらいおちょぼ口なんで、大きさはもしかしたらどっちかというと私に似てきたのかなと思います。なんかこれも不思議な感じなんですけどミックスされてます。できいちゃんの口はあかりの口かなと思います。はい。これもまだちょっとはっきりしてない部分もあるんですけど、きいちゃんはそんなに下唇と上唇の差がない、両方ちょっと厚めかなと思う、私もそうなんで多分私にかなと思ってます。でもちっちゃい頃の写真見たら形すごい似てるんで、きいちゃんの口はあかりの口に似てるかなと思います。はい。これもね生まれた時あんまり分からなかったから最近になってどっちにかなっていうのは分かってきた感じです。はい。で続いて耳なんですけど、耳の正面からの写真っていうのはなかったから、今の耳と比較してどっちに似てるかっていうのをやりたいと思います。はい。まずはゆうちゃん。はい。見せてください。ゆうちゃんの耳はこんな感じです。はい。こんな感じです。どっちかというと僕の耳に似てるかなと思います。はい。結構耳自体は薄い感じかな。なんで僕に似てると思います。はい。ケンジの耳はこんな感じです。はい。ちょっと薄くて若干外向いてるかな。で耳たぶもそんなにない感じ。ここがもうくっついてる感じやからな。なのでゆうちゃんに似てると思います。次はきーちゃん。きーちゃんの耳はこんな感じです。耳見して。こんな感じでぽってりした耳です。ちょっと福耳気味の
分厚めの耳をしております。はい、はい、あかりの耳はこんな感じです。はい。まあきーちゃんの耳に似てるかなと思います、結構分厚めで耳たぶもしっかりある感じです。ゆうちゃんは結構薄いから、耳はきーちゃんの耳に似てるのかなと思います。はい、次は輪郭と髪型、はい、これを見ていきたいと思います。はい。でこれ結構面白い写真があったんですけど、これはケンジが5ヶ月、きーちゃんが2ヶ月の写真です。はい。わかりますでしょうか。全く同じ顔の形と髪型です。まあ今大人になってな2人とも丸顔っていう話してたんですけど、まあちっちゃい頃を見ると明らかに僕は丸顔です。はい、まん丸やな。でもこの写真はなもう輪郭めちゃくちゃ似てるなと思うんやけど、まあ髪型も似てます。はい。まあ僕は結構ちっちゃい時髪薄くて、多分2歳ぐらいまでずっと薄かったんですけど、まあきーちゃんも割と髪は薄い方だと思うんで、まあそれも僕に似てるのかなと思います。まあただ僕のちっちゃい時よりは全然髪生えてる。そうそう、この写真もな5ヶ月と2ヶ月の比較で一緒ぐらいやからきーちゃんのが髪多いな。でゆうちゃんの輪郭と髪型についてはあかりに似てると思います。はい。まず輪郭は完全にな私に似てると思います。はっきりこう比べると同じような写真があったので、で髪型に関しては若干私よりはゆうちゃんの方が短いかなっていう感じです。短薄いな。細いんかな髪が。そうやな。ちょっと茶色いもんな。色素が結構薄めなのかなと思います。あかりは結構ちっちゃい頃から髪黒々しいから、若干髪質は違うかもしらんけど、まあ、髪型は似てる。割と似てるかなと思います。だいぶ今伸びてきたんやけど、なんか一時はめっちゃ揃ってて、でこのなんか真ん中のとこだけこう長く伸びてたから、まあ、あかりもなちっちゃい時なんかそんな感じの髪型になってるんで、まあ、生え方は似てるかなと思います。はい。まあ、この写真は私が7ヶ月でゆうちゃんは6ヶ月ぐらいの写真なんで、まあ、やっぱり私の方がちょっと髪は長いかなっていう感じです。なので輪郭は結構はっきり父にと母にで分かれてるかなと思います。まあ、これもなきーちゃんが時々パパにと言われる一つの理由かなと思います。まん丸な顔な。ゆうちゃんはそこまで丸くないもんな。丸いけどちょっと違う丸さやな。輪郭は結構違うから、まあ、今まで見てきた目とか鼻とか、そのパーツがこの輪郭に合わせてついてるんで、ちょっと目の幅が違ったりとか若干そういう違いが出てきてるのかなと思います。はい。まあ、だから結構骨格がなそれぞれに似てるっていう感じかもしれないです。あとはパーツではないんですけど表情、まあ、これもどっちに似てるかなっていうのがあったので見たいと思います。ゆうちゃんはこちらです。完全に僕と一致してます同じような顔のな写真がたくさんありました。これは2人とも3ヶ月ぐらいかな、の写真になってます。まあ、動画を見ていただいてる方はよくわかると思うんですけど、割とゆうちゃんの方がこういう真顔というか、笑わないことが多いんですけど、僕もちっちゃい時は結構こういう表情がありました。なんか結構人見知りやったみたいで、なんか知らない人がいるとこう固まるという性格やったらしく、まあ、ゆうちゃんもちょっと人見知り気味ではあるんで。そうやな。あとカメラを向けると結構ガチッと固まる感はある。カメラ見知りしてるから、なんかな同じような固まった表情になってるかなと思います。結構愛想悪く映るんですけど、それは父にでした。まあ、ゆうちゃんはカメラないところでは結構ケタケタ笑ってたりするんですけど、カメラをそれで撮ろうと思って向けたらガチッと固まることもあったりして、カメラ見知りしてるのかなと思います。まあ、ケンちゃんなんか地蔵って呼ばれてたやろ。そうマジで固まるから地蔵と呼ばれました。まあでもそれわかるよな。ゆうちゃんも結構ビシッと固まるんで、同じような感じかなと思います。でアルバムとか見てても同じようなこういう表情多かったので、まあ、これは父譲りなのかなと思ってます。できーちゃんの表情に関してはどっちかというと赤にそうやなまあこれはめちゃくちゃ表情似てるっていう感じじゃなかったんですけど、まあゆうちゃんが似すぎてて。そうやなまあ、きーちゃんは結構こう愛想いいというか、割とニコニコしてたりとか、表情豊かな感じなんですけど、まあ、アルバムとか見てる感じはどっちかというと私に似てるかなと思います。でちょっとポケッとしてる顔も多かったりします。めっちゃ喋るやん。ゆうちゃんも同意ですか？はい。あと最後に肌の色に関してですが、これはゆうちゃんが父に、きーちゃんが母にです。
これはもう断定できるな。と思いますはい。結構ゆうちゃんはすごい透明感があって、うんもうなんか新生児の時から結構白かったです。うんうん。ちょっと横断とかな、新生児らしい黄色さみたいなのはあったんですけど、割と他の赤ちゃんに比べると白い感じがしてました。で、キーちゃんに比べてもやっぱり白かったです。キーちゃんもな白いんやけど、ゆうちゃんの方がより白いという感じで、僕も今も白いんですけど、生まれた時から割と色白でした。それはゆうちゃんに受け継がれたのかなと思います。だから今でも日焼けしたら僕は赤くなって、ちょっとは黒くなるんですけどすぐ戻るタイプ。あんまり黒くなったりはせえへんねんな。なのでゆうちゃんもそんな感じで日焼けしたら赤くなるタイプだと思います。で、あかりは割と日焼けするとそのまま黒くなる。赤くなったりはせず、綺麗にこんで焼けるタイプで、でもなんかちっちゃい時はすごい白かったみたいなのを母がいつも言ってて、で結構ケンジには信じてもらえてなかったんですけど、キーちゃん結構白かったから、あ、そうなんやってやっと信じてもらいました。でも日焼けしやすいし吸収しやすいから、今保育園も行ってるんですけど、今も若干キーちゃんの方が日焼けしやすいかなと思います。そうやな、若干もうキーちゃんは日焼けしてる感あります。毎日日焼け止め塗ってるんやけどな、キーちゃんの方がちょっと焼けてそう。なのでこれは母にかなと思います。というわけで順番にパーツを見ていきました。今までのやつをまとめるとこんな感じです。これはすごい面白いのが結構半々で分かれてるというか、最初にゆうちゃんは僕にできーちゃんはあかりにという話したんですけど、これを見ると、一概にそうでもないというのが分かると思います。もうちょうど半分ずつ綺麗に分かれてるなっていう感じです。しかも同じところがない。そうやね。全部パーツごとで見ていってもそれぞれ父と母の方を取っていってるから、だから2人があんまり似てなく感じるのかなと思います。面白いな、ほんまにバラバラで取っていってる感じ。普通やったらな、例えば鼻は2人とも赤に似てるとかさ、耳はどっちかに似てるとかありそうなんですけど、なぜかそれぞれ全部バラバラに似てるというこんな綺麗に分かれることあるんやと思って私たちも驚いてますな。ゆうちゃんきーちゃん二卵性の双子なんで兄弟と同じ、遺伝子的に言うと 50% 同じ部分があると言われてるんですけど、これを見るともう全然逆に置いてるから似てないのかなと思います。兄弟でも似てる子とかな、二卵性の双子でも似てる方って多いと思うんですけど、ゆうちゃんきーちゃんの場合はこんな感じでバラバラを取っていったからあんまり似てないという結論になりました。雰囲気は似てる感じするんですけど、パーツ見ていくとバラバラになってるから全然似てないという結果になってるかなと思います。でも幼少期の4人の写真を見比べるとなんとなくみんな似てるから共通点はあるかなみたいな感じよな。なので僕とあかりのちょうどバランスよくミックスされた2人が生まれました。一つ言えることは私たちのちっちゃい時の写真より、ゆうちゃんきーちゃんのが可愛いです。いい感じでなミックスされたんじゃないかなと思います。だから輪郭の話の時にも言ったんですけど、例えばきーちゃんは目はあかりに似てるんですけど、僕の輪郭になってるので目があかりのちっちゃい時より離れてるし、そのせいでちょっと垂れ目気味になってるのかなと思います。ゆうちゃんもこうやって見ると目離れてるなと思うんで、そうやなあかりのちっちゃい時と比べると全然目の位置ちゃうから輪郭は一緒なんですけどなぜか目を離れてると、遺伝って面白いなって思いました。今7ヶ月なんでまだまだこれから顔変わっていくかもしれないんですけど、とりあえず私たちの赤ちゃんの写真と比べるとこんな感じでした。いつもどっちに似てますかって結構聞かれること多くて、だいたい多分ゆうちゃんが父にできーちゃんが母にって答えてたんですけど、いつもちょっと自信ないというか困ってたんですけど、この動画をこれから紹介しようかな一概に言えないみたいな、どっちもあるみたいな、どっちにも似てるすごい聞かれると困る質問やな、ちょっと若干戸惑う。そうやな、なので視聴者さんでもその2つの意見が来るのかなと思います。ゆうちゃんは父に似てると思ってる人がいたり、母に似てると思ってる人がいたり、その逆もそうなんですけど、なので
どっちにも似てますはい結論徹底検証した結果どっちにも似てました、はいちょうど遺伝子を半分ずつ、はい、50% ずつ取ってましたまあでもさっきあかりが言ったように僕たちのちっちゃい頃より可愛いと思ってるので親バカも親バカも入ってるんですけどでもこれから2人が大きくなるのがすごい楽しみです、はいなな似てるめっちゃ喋るやん再化してんねんなというわけでゆうちゃんきーちゃんはどっちにっていうのを徹底検証しました。はい最後までご視聴いただきありがとうございましたバイバーイバイバーイ。見てる。見てる。